こんにちは、エイムアシスト C の人です。3ストライク楽しいですね。なんかわちゃわちゃしててスピード感あって、常に交戦してる感じが楽しいですよね。その一方で、近距離の撃ち合いが多くなるため、必然的に遮蔽物なしのワンオンワンが多くなります。インファイトを制するためにはやはり、ワンマガを強いられるシチュエーションが多く存在します。ですが、そもそもワンマガなんて無理、リコイル制御が難しい、敵に弾が当たらない、って思う人もたくさんいるかと思います。そんなあなたのために、簡単にリコイル制御できる方法を解説したいと思います。3ストライクのみならず、様々な場面で活用してみてください。リコイル制御しやすくなるとワンマガ率も上がりますし、DPS も出せて当て感も上がり、勝ちへと繋がる打ち合いができますからね。それではどうぞ。いきなり結論なんですが、リコイル制御しやすい方法、それは、数字感度とアンチミラーリングです。なんだまたエイムアシスト C のことか、と思った人ちょっと待ってください。確かにエイムアシスト C も理由の一つですが、アンチミラーリングにはリコイル制御しやすくなるという、大きなメリットも兼ね備えています。この理由を知っているのと知らないとでは、リコイルに大きな差が出ます。その理由とは、その前に、まずエイムアシスト C を知らない人のためにサクッと説明します。知ってる人はスキップしてください。エイムアシストには2種類あります。左スティックを動かした時に、移動方向と逆に向くエイムアシスト A と、右スティックを動かした時に、速度減衰がかかるエイムアシスト B があります。エイムアシスト A が外側にあり、B が内側にあります。この2つのエイムアシストは、数字感度も詳細感度も同じように効きます。しかし数字感度の場合、両スティックを外側または内側に動かして、相手と反対に動くいわゆるアンチミラーリングの動きの場合、エイムアシスト B が真ん中から反対側にだけ効く仕様があります。これをエイムアシスト C と呼んでいます。これがあるおかげで数字感度は、相手の真ん中から速度減衰がかかるため、詳細感度よりもエイムアシストが優秀です。そしてそのエイムアシスト C が効く距離は、視点感度と相対速度によって変化します。エイムアシスト C の適正距離が最も遠いのが、エイム時感度1と2です。感度設定はエイム時感度1もしくは2にして、詳細のスコープ設定で感度を調整するのが、最も効率的かつエイムアシストが強い設定になります。ちなみに私の感度設定は、41リニアデッドゾーンなしの詳細スコープはこんな感じです。エイム時感度1にしてる理由は、上下左右の感度が同じで、キーマウに似ていて動かしやすいからです。詳細スコープに正解はないので、感度が低いと思ったら上げればいいですし、感度が高いと思ったら下げたらいいと思います。100人いたら100種類の感度設定がありますからね。エイムアシスト C について深掘りした動画を、概要欄に載せておくので理解を深めたい方はぜひご覧ください。それでは本題です。アンチミラーリングがリコイル制御しやすい理由は2つあります。1つ目はエイムアシスト C が効いて、相手にカーソルを合わせやすいことです。そしてもう1つがとても重要です。その理由は、リコイルが1方向だけでいい、ということです。左に動いてる場合は右方向、右に動いてる時は左方向だけでいいんです。アンチミラーリングの説明の前に、まずはミラーリングの動きを見てみましょう。ミラーリングは相手と同じ方向に動くので、相対速度がほぼ0になり、お互い止まってるように見えます。普通に考えたら止まって見えるから当てやすい、と思うのが当然ですよね。この考えは間違ってないです。ではこの状態から相手にカーソルを合わせるとしましょう。この場合右方向にエイムして、相手と重なったところから打ち始めて真下にリコイルします。もし右に行き過ぎたら左方向にリコイル、重なったら真下、左に行き過ぎたら右にリコイル、といった感じで、ミラーリングの場合相手が止まって見えるんですが、右方向、真下、左方向と3方向のリコイルが必要になります。しかもミラーリングの場合エイムアシスト C は発動しません。詳細感度と同じエイムアシストになります。しかも、皆さんエイムアシスト A の仕様を覚えていますか？エイムアシスト A は、移動している逆方向を向こうとするアシストがかかります。つまりミラーリングの場合だと、移動の逆方向にアシスト A がかかるので、移動方向へのエイムが重くなります。実質エイムアシスト A のエリアから速度減衰が始まり、速度減衰のエリアが広まってしまいます。速度減衰中。エイムアシストオフ。てなわけでミラーリングのリコイルをまとめると、敵に重なったら真下、カーソルが右にある場合は左へ、左にある場合は右、と、3方向へのリコイルが必要だとわかりました。それではアンチミラーリングの場合を見てみましょう。アンチミラーリングの場合は、自分の移動方向の逆に相手も移動するので、その分スティックを大きく倒さないといけない、と思うじゃないですか？しかしアンチミラーリングの場合エイムアシスト C が発動するので、エイムアシスト A のエリアから相手の中心にかけて、右方向に向こうとするアシストがかかります。結果、右スティックの感度プラスエイムアシスト A の視点移動が重なり、右方向への感度が高くなります。皆さんがよく吸い付くっていう正体がこれなんですよね。そして相手の中心にカーソルが重なった場合、真ん中から速度減衰がかかるので、自分で右スティックを調整する必要がありません。先ほど話したミラーリングの場合は、自力で右スティックを真下にする必要があるので、これだけでも大きなメリットと言えます。もし右にカーソルが行き過ぎた場合、右スティックを左に動かすのではなく、右スティックを弱めるだけで、相手の中心にカーソルが戻ってくれます。なぜかというと、自分は左に動いていて、相手は右に動いている状態です。つまり自分と相手の移動によって敵にカーソルが戻ってくれます。
もし再び左にオーバーエイムしても、エイムアシスト A の加速がかかるので、少し右スティックを強めるだけで、すぐに相手の中心に戻ってきてくれます。てなわけでアンチミラーリングの場合は、右スティックを一方向の強弱だけでリコイル制御できるので、ミラーリングよりも簡単、ということです。そして相手のレレレの切り返しのタイミングでも、アンチミラーリングの方が有利になります。切り返されるとエイムアシスト C も反対になるので、相手に追いつくまでの時間が短くなります。なのでカーソルが相手に重なってる時間が、ミラーリングに比べて少し多くなります。これらの理由から、ミラーリングよりもアンチミラーリングの方が、リコイル制御しやすいということです。このエイムアシスト C というシステムがなかった場合は、ミラーリング一択なんですがね、エイムアシスト C が強すぎるので、アンチミラーリング一択になります。ここまでアンチミラーリングが強いって話してきましたが、これはあくまで数字感度での話です。詳細感度だとエイムアシスト C が効かないので別の話になります。そしてこれまでの検証によって、エイムアシストの恩恵が強い感度設定と動きが分かったので、必然的にエイムアシストの恩恵を受けにくい設定が分かります。一番エイムアシストの恩恵を受けない感度は、詳細設定の加速強めの設定です。なぜかというと、エイムアシストは2種類あってエイムアシスト A と B、そして条件次第で発動する C があると説明してきました。が、これも検証を重ねて判明したことなんですが、内側にエイムアシスト B があって、外側に A がある、そしてその外側に加速がオフになる、エイムアシストデッドゾーンの D があることが分かりました。私が以前、感度が低いと謎の引っかかりがあると話してた現象です。今まで難しく考えすぎていましたが、ただ単純に加速がオフになるエリアだったということです。エイム時間度1、2、3は数字感度のデータを見る限り、加速が入っているのでその加速が切れているだけでした。このエイムアシスト B は右スティックを動かした時に、キャラクター約2人分の位置から発動します。このエリア内にカーソルがある場合は、加速は全てオフになります。これは数字感度も詳細感度も発動します。そしてどんな状況でもエイムアシスト B は発動します。よく聞く詳細感度の加速を強めに設定すると、エイムアシストのかかり方が強くなる、の原因はこれです。確かにエイムアシストが強くかかる。これは間違いではないんですが、エイムアシストが強くかかってしまうからこそ、逆に不利になっています。挙動を細かく説明します。まずエイムアシストオフの位置では、視点移動速度プラス視点移動加速の速度で動きます。そしてエイムアシスト B の位置から、加速が切れて視点移動速度のみの感度になります。そこからはエイムアシスト A がかかり、エイムアシスト B の速度減衰がかかる、といった挙動になります。この状況でもしアンチミラーリングだった場合、エイムアシスト D のエリアから、ただでさえ感度が遅くなっているのに、エイムアシスト A のエリアでちょこっと加速して、再びエイムアシスト B のエリアからまた速度減衰します。しかもアンチミラーリングでお互い離れるように動いているため、右方向への大きなリコイルが必要になります。感度が低い場合はそもそも追いつけません。じゃあミラーリングならなんとかなるんじゃねと思いますよね。アンチミラーリングよりまだマシなんですが、エイムアシストオフのエリアから、エイムアシスト D のエリアへ入り速度減衰。その後エイムアシスト A がかかるのですが、右移動に対して左方向へのアシストがかかるので、エイムアシスト A のエリアから速度減衰がかかります。そのエイムアシスト A の速度減衰がかかった感度に、さらに速度減衰のエイムアシスト B がかかるため、相手にカーソルを合わせるまでに、計3回の速度減衰がかかることになります。やはり詳細感度は数字に比べて不利です。その中でもワースト1位は、詳細設定加速強めのアンチミラーリングとなります。詳細設定加速強めに設定してる人は、数字に移行するかミラーリングでリコイルするといいです。とエイムアシストの恩恵を話してきましたが、結局詳細でも強い人は強いし、41リニアでも弱い人は弱いです。ですがエイムアシスト C が強すぎるので、数字感度を使わない理由はないと思います。このエイムアシストの挙動が弱体化されない限りは、41リニア、もしくは42リニアが最強ということになります。てなわけでまとめです。エイムアシスト C の加速と減速のおかげで相手に吸い付く。アンチミラーリングはリコイル制御が一方向だけなので簡単。加速がオフになるエイムアシスト B がキャラクター約2人分のエリアにある。エイムアシストの恩恵を最も受けない感度は詳細設定加速強めのアンチミラーリング。という結果になりました。またまた様々なことが分かってきて楽しいですね。他にも皆さんが知っていることなどありましたら、ぜひコメントで教えてください。この動画が役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。私はシーズン20でこれから3ストライクを遊んできます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ストレートショット。ここからコメント返信コーナーです。お互い腰打ちの場合で感度4だと適正距離はどれくらいですか？前回腰打ちの距離は説明していませんでしたね。試してみましょう。前回の数字の詳細が判明した腰打ち感度を見てみましょう。腰打ち感度4の場合 TAVC は55で、ADS 時で最も数値が近いのがエイム時感度5の50です。エイム時感度5の場合の基準値は2メートルなので、腰打ち感度4の基準値は 1.8 メートルくらいかなとか思いながら試してみます。計算式に当てはめると、相対速度にかける基準値 1.8 くらいで適正距離 3.6、これくらいを試してみます。意外と4メートルくらいまで効いてます。
ちょっと離れて5メートルを試してみましょう。5メートルだと周りから速度減衰がかかりますね。結果、お互い腰打ちの場合の腰打ち感度4の場合、だいたい4メートルがエイムアシスト C の適正距離と分かりました。スイッチとプレステはどうなんやろ。CS 持ってないんでわかんないです。が、他の方のコメントを見る限りエイムアシスト C は効くっぽいです。あとはアシストの数値が 0.6 っていう違いだけだと思います。これってボットと人間は違うとかいうオチない？人間で試して欲しかった。その可能性もありますね。野良で試してみましょう。敵だー。ご覧のようにエイムアシスト A のエリアから左方向に加速して、真ん中から反対側まで速度減衰がかかっています。野良でもちゃんとエイムアシスト C がかかりました。もちろんダウンしてる敵にもかかります。煽ってるわけではなく検証中です。ホライゾンさんご協力に感謝します。スコープが2倍か3倍をつけるとすると相対エイムアシストも2倍、3倍された数値になるってことなんですかね？いいえ、2倍スコープなどは、計算結果の適正距離に、プラス1メートル2メートル距離が伸びるだけなので2倍3倍にはなりません。この人に運営バッジを贈呈してください。ぜひ欲しいです。EA さんいつでも待ってます。一般的な感度の結論が4-3リニアになっている理由は何でしょうか？エイム時感度3が一番敵を追いやすいからだと思います。エイム時感度2だと感度低いし、4だと感度が高すぎる。かといって詳細だとなんかアシストのかかり方弱いな。で切り返しがクラシックよりリニアの方が強い。ってところから4-3リニアに行き着いたのだと思います。4-3リニアに行き着いた後に、数字感度でも詳細のスコープ設定が反映されるバグが判明。エイム時感度1、2の方がなんか吸い付くぞ。エイムアシスト C 発見。って流れで現在に至ります。4-3リニアに行き着いた時は、詳細スコープバグもエイムアシスト C も判明していなかった。って感じじゃないですかね。パッドのホライゾンが強いのも急乗った時速度上がってるからってこと？このコメントを見た時思ったのが、左右移動の時は反対側に B がかかるってことは、上に上がったら上下のエイムアシスト C になるんじゃね？試してみましょう。難しすぎます。もうちょっと離れてみましょう。効いてませんね。上下に対してはエイムアシスト C は効きませんでした。ジャイロもやってほしい。たくさんの方からジャイロってコメントが来ました。私はまずジャイロの意味がわかりませんでしたが、コントローラーの傾きで動かせるんですね。試してみましょう。スチームパッドから、ジャイロ操作をオンにしました。コントローラー傾けると勝手に動く。操作めちゃくちゃ難しい。エイムアシスト C は、効いてますね。ジャイロの移動も試してみましょう。これも勝手に動いて難しい。エイムアシスト C は、効いてますね。移動も視点もジャイロ操作でエイムアシスト C は効きました。どれくらいの速さで横に動かれたらエイムアシストが外れますか？敵から2メートル以上ならエイムアシストは外れません。詳細感度に救いを。残念ながらないです。当て感上がる練習方法ある？自分の感度で、相手からどれくらいの距離で、どれくらいの右スティックの倒し具合が、相手の真ん中で吸い付くかを、親指に覚え込ませる練習をするといいと思います。逆に訓練場にある的とか、自分の数字感度の設定を詳細にして、エイムアシストオフにして打つ練習は、速度減衰がかかってない状態になるので、練習しても意味ないです。エイムアシストを使ってプレイするのであれば、エイムアシストがかかってる状態で練習しましょう。余談なんですが、訓練場のボットは、止まってる場合は敵の中心にエイムアシストがあるんですが、動かすとなぜか少し左にずれます。正面からだと相手の右肩右腰あたりが中心になります。後ろから確認しても右側にずれています。ですが対人だとちゃんと中心にエイムアシストがありました。これらを踏まえると、訓練場のボットを打ってても実戦とアシストのかかり方が違うので、訓練場のボットを打つ練習も意味ないです。カジュアルにこもって交戦しまくるのが一番いいです。ボットのエイムアシストがずれてるのは早く直してほしいです。それでは皆さん、バイバイ。